こんにちは。ジャパニーズポッドキャスト with ヨンのヨンです。このチャンネルでは日本の文化や日常、生活、ニュースやお悩みなどいろいろなことをお話ししていきます。いきなりですが、最近海外のリスナーさんから日本人ってどうやって恋愛するのっていう質問がものすごく増えてきているんです。ちょっと想像してみてください。付き合う前に告白するって本当？それってなんか契約みたいじゃない？愛してるって言わないってマジ？それって冷めてるってこと？実は私も国際恋愛をして初めて日本の恋愛がどれだけユニークで海外から見ると謎の文化に見えるのかを知りました。今日はその謎を全部解き明かしていきます。特に海外の方が驚く日本の恋愛トップ5のルールと、私がフィリピン人の彼と出会った親の紹介という奇跡のリアルストーリーを後半でお話ししますね。最後まで聞いてもらえれば日本の恋愛の秘密だけでなく、国際恋愛で一番大事な伝える力がわかります。ぜひ最後までお付き合いください。まずは海外の人が特に驚く日本人の恋愛の特徴5つ、具体例を交えて紹介していきます。今日のトップ5の結論を先に言っちゃうと、日本の恋愛は愛を行動で示す超ハイレベルなゲームなんです。一つ目は、日本には告白文化がある。つまり日本人は曖昧さを嫌います。曖昧さという意味は白か黒かはっきりしていないぼんやりしていることです。海外ではデートを重ねて自然な流れで恋人同士になっていきますよね。まあ国によって違うと思いますが、あなたの国ではどうですか？告白はありますか？でも日本ではそのプロセスを飛び越えて、ある日突然好きです、付き合ってくださいっていう告白が必要になります。もちろん告白の前に何度かデートはしますけど、海外のリスナーさんが一番驚くのがこの文化ですね。どうして言葉で確認しなきゃいけないの？まるでビジネスの契約みたいだよっていう反応が本当に多いです。どうして日本人は告白をしたがるんでしょうか？それは曖昧な関係が嫌いで、関係性を言葉ではっきりさせたいっていう気持ちが強く働くからです。明確な肩書きがないと、他の異性と連絡を取ることに罪悪感を覚えたり、肩書きの意味はこの人はどんな仕事や役割をしているかを表す名前のことです。例えば結婚、子供などの次に進むステップを踏めなくなったりする人が多いんですね。あなたはこの告白文化をどう思いますか？ぜひコメントで教えてください。二つ目は愛情表現は控えめです。行動で示すスタイル、つまり察して文化です。日本人はあまり愛しているって言わないって本当？はい、本当です。もちろん個人差はありますが、海外の人と比べると圧倒的に愛情表現の頻度は少ないです。それは日本に昔からある言わなくても伝わるでしょ、察して文化が恋愛にも強く根付いているからなんです。例えば海外では頻繁な I love you といった言葉のシャワーで愛情を示します。
日本では温かいお味噌汁を作ってくれる。遠回りでも家まで送ってくれるといった小さな行動の積み重ねから愛情を感じます。愛情表現がシャイってよく言われますが、これは愛情がないんじゃなくて、愛を具体的な行動に変換するスタイルなんです。特に男性にこの傾向が強いですね。まあもちろん日本人でも人によって違います。ここで一つ大切な話を挟みますが、愛の感じ方って本当に人それぞれ違いますよね。日本の文化だと行動で愛を示す人が多いですが、言葉で愛情を感じる人もいます。実は私、ヨン自身はどちらかというと言葉で愛情を伝えてもらう方が特に嬉しいタイプなんです。例えばお仕事終わった後、お疲れ様とか愛してるとか。だからこそ国際恋愛では相手は何をされると愛されていると感じるのかを話し合うことが本当に大切になってくるんですね。皆さんも自分のパートナーがどんな時に愛を感じるのか考えてみてください。3つ目は付き合っても会う頻度が少ない理由は仕事とプライベートの境界線です。海外のカップルは毎日会う、週5でデートっていうのも珍しくないですが、日本は週1回から2回会えれば十分っていう人が多いです。これは日本の仕事文化が深く関係しています。日本では仕事や自分の時間、友達との時間も大切にするっていう価値観が強いんです。もちろんこれも人によって180度意見が違いますが、最近は家族よりも仕事が一番になる人も意外と多くいます。皆さんはどのタイプですか？何が一番大切ですか？つまり頻繁に会わないイコール冷めているんじゃなくて、お互いの生活をリスペクトしている証拠と捉える人が多いってことです。うまくいってるかは置いておいて。4つ目はスキンシップは身長はパーソナルスペースの壁です。特に初めて会った時のパーソナルスペースの感覚について日本人は適度に距離を取りたい人が多いです。日本人は相手がどう感じるかをすごく気にします。まだこの距離感でハグをしたら失礼かな、相手のペースに合わせないとって常に相手の気持ちを推測するんですね。海外では自然なスキンシップも日本では関係が深まってからっていう人が多いです。これは奥手っていうより相手への配慮がベースにある文化だと言えます。5つ目は空気で察する文化の弊害は国際恋愛での最大の壁です。日本では言わなくてもわかるでしょっていう文化が恋愛でも非常に強いです。もし彼女が不機嫌でもどうしたのって聞かれても何でもないって答えてしまう。でも心の中では察してほしいって思っているんです。この察して文化は言葉をストレートに伝える海外のパートナーにとっては最大の壁になりがちですよね。ここまで日本の恋愛のトップ5の謎について話してきましたが、ここからは最も聞きたいとリクエストをいただく私の国際恋愛ストーリーです。国や文化が違う2人がどうやってこのギャップを乗り越えてきたのか。
もし今日の話が面白い、役に立ったと感じていただけたら、ぜひいいねとチャンネル登録をポチッとお願いいたします。ここからは私、ヨンのリアルな国際恋愛の話です。私の彼はフィリピン出身で26歳。彼は本当に仕事に対して真面目で、そして何より家族を大事にするタイプです。彼のそういうところを尊敬しています。すごく優しくて、いつも私のことを気遣ってくれます。彼がいつも聞いてくれているので、ポッドキャストで悪口を言うわけにはいきません。私たちの出会いは本当に珍しいです。日本では恋愛結婚が 90% 以上っていう現代で、私たちはなんと親の紹介なんです。同じ宗教のコミュニティがあり、その中で親同士がプロフィールを見て、この子はどう？って話が進み紹介されたんです。今の時代に親の紹介なんて、特に海外から見ると信じられないかもしれません。日本では宗教で結婚までと驚かれることが多いんですけど、私たちが幸せと感じられるからいいなと思っています。今や日本では3組に1組が離婚する時代に、私も彼も幸せだなぁと感じながら日々生きられたら、こんなに幸福なことは他にないと思います。同じ価値観を共有しているからこそ、最初から深く分かり合える部分が多いのは大きなメリットでした。紹介された後、私たちは毎日メッセージを交換しました。LINE で何ヶ月も話し、お互いのこと、夢、家族のこと、たくさんのことを知りました。そしてついに初めて会うことになったのですが、私の住んでいる福岡でした。こちらが実際の写真です。福岡で有名な糸島の二見ヶ浦という海です。ここは夫婦円満で有名な場所です。それとマリンワールドという水族館に行きました。ちなみにこの初対面には裏話があります。1ヶ月、2ヶ月くらい経った頃、ふと、あれ？彼はいつ実物の私に会いに来てくれるんだろうって思ったんです。それで正直に彼に言ってみたら、なんとお母さんと一緒に本当に会いに来てくれました。つまり私が彼をちょっとせかしたんです。3ヶ月も連絡を取っていたから、会ったらすぐに盛り上がるだろうと思っていたら、なんか静かで気まずい。国際恋愛あるあるだと思うんですけど、メッセージと実際に会う時の雰囲気の違いにお互い戸惑いました。でも第一印象はメッセージで感じた通り、優しそう、真面目そう。そしてその第一印象が今もずっと変わらない彼の姿です。子供が生まれたりしたらまた少しずつ変わっていくのでしょうが、付き合ってからの一番印象に残っているカルチャーショックのエピソードをお話しします。ある日2人で日本のマクドナルドに行った時のこと、彼が私にライスはないですかって孫で聞いてきたんです。私は隣でってびっくりしました。マックにライスはないよ、ここは日本だよって。フィリピンのマクドナルドではチキンプラスライスのセットが当たり前のように売っているんです。彼はどうしてあの美味しいチキンにライスがないんだって純粋に疑問に思っただけ。私はなんでマックでライスを求めるんだってパニック。
この小さな出来事一つで国が違うと日常の当たり前がこんなにも違うんだっていうことを痛感し、二人で爆笑しました。こういう小さな違いこそが国際恋愛の面白さであり、お互いの文化をリスペクトし合うきっかけになるんですよね。そしてもう一つ、彼のフィリピン育ちの真面目な一面と文化の違いを感じた小さなエピソードがあります。去年の12月、私がフィリピンのマニラに行った時のことです。道端に本当に可愛らしい子猫がいたんです。まだ小さくてよちよち歩いてて、私としてはもう可愛いってなってすぐにしゃがんで頭をなでなでと触りに行ったんですよ。すると彼がヨン、その猫汚いよって少し強めに言ってきたんです。私としてはなんでと思ったんですが、彼からすると外の猫、特にストリートの動物はどんな菌を持っているかわからないっていうのが当たり前の衛生観念だったんです。日本では外の動物に触っていてもすぐに手洗いすれば大丈夫っていう感覚がありますよね。でも彼にとってはリスクを避けることが重要でした。彼の言葉を聞いた瞬間、それまであんなに可愛らしく見えていた子猫がなんだか急にマニラのストリートの生き物っていう風に見えてきて、その時彼の真面目さ、そして日本のある程度の衛生は保障されているっていう環境がいかに恵まれているかを痛感しました。彼のフィリピンの文化は愛情も不満もストレートに言葉で伝えるスタイルです。これは日本の言わなくてもわかるでしょっていう私自身のスタイルと真逆でした。彼は私の顔つきが不満そうだと、どうしたの？何に不満があるの？話してって必ず聞いてきます。最初は言わなくても察してほしいと思っていた私も、彼といることで言葉で伝えることの大切さを学びました。この伝える努力こそが私たちが文化の違いを乗り越えられた最大の理由です。国が違うと恋愛の進め方は本当に違います。愛情表現、行動で示す愛、言葉で伝える愛。どちらがいい悪いはありません。ただ違うだけです。大切なのはその違いがあるからこそ面白いと感じること。そして理解しようとする気持ちを持つこと。日本の大切な言葉に一期一会という言葉があります。これはたとえ毎日会うパートナーや家族であっても、この瞬間のこの出会いは一生に一度きりだという覚悟を持ってお互いに誠意を尽くすという教えです。その気持ちがあれば言葉や文化の壁は必ず乗り越えられます。最後に恋愛においても人生においても私が最も大切だと思うことをお話ししますね。それは世の中に溢れた言葉に流されないこと。そしてアサーションのスキルです。アサーションというのは相手を尊敬しつつ自分の意見や気持ちを正直に伝えることです。このスキルを身につけるためにはまず自分の心に聞くことから始めましょう。自分が嫌だと感じることは何か、自分が嬉しいことは何か、自分の心から出てくる感情や言葉を信じてそれをパートナーとシェアすること。自分の中にすでにある答えにこそ従うべきなんです。私がよくやっている方法は瞑想したりジャーナリングをよくしています。
そして自分が受け取りたい希望に焦点を合わせること。例えば私4だったら死ぬほど旅行したいんです。タイ、ベトナム、インドネシア、アフリカ、スペインに行きたい。そして超お金持ちになって綺麗な快適な家に住んでシベリアンハスキーを2匹飼って快適な車を持って美味しいお寿司を好きな時に食べたい。こういう自分の心からの希望をちゃんと自分にも相手にも伝えていくことが一番大切なんですよね。さて、今日の話は面白かったでしょうか？今日の動画が役に立った、面白かったと感じてくれたら、ぜひいいねとチャンネル登録をお願いします。あなたのワンクリックが次の動画を作る大きなエネルギーになります。そして最も聞きたいのが皆さんの国の話です。皆さんが感じたカルチャーショック、ぜひ教えてください。皆さんのコメントを一つ一つ読むのが今からすごく楽しみです。あなたの文化を知ることが私自身の国際理解を深めることにもつながります。今日も最後まで見てくれてありがとうございました。ジャパニーズポッドキャスト with ヨンのヨンでした。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。